娘に対する態度が最近ひどくないですか？孫娘の3年後に孫息子が誕生。孫息子は息子に似ており、孫娘より可愛がるのなんて当然。嫁から不公平だと不満を言われるが、私は区別だと言い放つ。だが、区別は私の不利益になっていき。あんたが始めた物語だろ。私の名前は佐田薫。年齢は62歳で未亡人だ。だが、夫は生命保険に入っていたため、働かずに悠々自適に暮らしている。お金には困っていなかったが、気に入らないことがあった。息子が2年前に結婚してしまい、家を出て行ってしまったからだ。息子の嫁の茜は明らかに私を嫌っていた。態度にこそ出さなかったが、時折顔に出る表情がそれを物語っていた。私も茜はなんとなくいけすかなかったので、お互い様だと言えるだろう。だが、息子を奪っていたことは許しがたい。それに孫と一緒に住みたかった。そこで私は夫が亡くなったことを盾に取り、息子に一人暮らしの寂しさを断るごとに哀れっぽく言い続けた。それが功を奏して、私は同居に持ち込むことができたのだった。茜は全く問題ありませんと言っていたが、同居を嫌がっていたのは明らか。だが、孫の顔を見る前に喧嘩して同居が解消になったら元も子もない。なので私は猫をかぶって優しく接することにしていた。茜と同居し始めてから約1年ほどして待望の孫が生まれることになった。だが、私はかなり落胆してしまった。生まれたのは跡継ぎとなる男の子ではなく女の子だったからだ。まったく肝心な時に役に立たないと心の中で毒づいたのは言うまでもない。さらに腹が立つことに、孫娘は息子よりも茜にどちらかというと似ていた。そのことがまた私の気に食わなさを加速させたのだった。正直な話、私は茜のことなんてどうでもいい。息子の遺伝子を色濃く継いだ男の孫をこの手で抱きたいのだ。茜の遺伝子の影響が強い孫娘が生まれても、私が興奮などできるわけないではないか。しかしながら、いくら茜に似ていると言っても、やはり赤ちゃんは見ているだけでこちらが癒されるほどの可愛らしさがあった。だから、初めは敵意しか感じていなかった孫娘を、私はほどほどには可愛がるようになっていたのだ。このことは、茜にとっても意外だったようだが、私が可愛がることに対しては、特に嫌悪感を抱いてはいないようだった。逆に、私への好感度が上がったと思ったほど。私が茜の子供を可愛がるとは考えていなかったのだろう。だが、私は心の中でずっと思っていた。これも、孫息子が生まれるまでの期間限定のことだと。しかしながら、なかなか茜は妊娠せず、私は孫娘に対して八つ当たりをするようになった。大きくなるにつれて、徐々に茜に似てくるのも気に食わなかった。必要以上に大声で孫娘に対して怒鳴ったりすることで、茜が妊娠しないことへのストレスを解消していたのだ。もちろん、息子や茜がいない時にやっていたため、バレてはいない。そこは抜け目なくやっていたのだが、とうとう報われる時がやってくる。孫娘が3歳を迎えてすぐに、茜はとうとう孫息子を産んだのだ。孫息子は明らかに息子にで、私は本当に踊り出しそうになったほど。こうなれば、孫娘にもう用などない。茜に似ている孫娘なんて、もう出て行ってほしいと思ったぐらいだ。私は完全に孫娘を放り出して、孫息子を可愛がるのに集中した。孫娘は私から怒鳴られたりするようになって、私を怖がり出していたので、もしかしたら解放されたと思ったかもしれない。だが、それを知らない茜や息子からしてみれば、急に孫娘に冷たくなったように見えたことだろう。でも、私からすれば、そんなの知ったことではない。なので、孫息子ばかりに構っていたのだが、ある日、茜から苦言を呈された。世話を手伝ってもらってこういうのもなんですが、娘に対する態度が最近ひどくないですか？
娘も急におばあちゃんに構ってもらえなくなったって悲しんでいる気がするんですよ。茜と同じようなことを息子も思っていたようで、続けて言葉を継いだ。一体どうしたんだおふくろ。息子が生まれたてで可愛いのはわかるけど、娘も同じように可愛がってくれよ。私ははいはいと答えたが、耳には全く内容は入っていなかった。そして事件が起きる。茜が私に子守を任せて買い物に行ったのだが、私は孫息子ばかりを構っていた。そこに孫娘が恐る恐る絵本を読んでと私に頼みに来たのだが、一人で勝手に読みなさいよと一括。それで大声で泣き出した孫娘がうるさすぎて、泣くならトイレで泣けと孫娘をトイレに閉じ込めて、孫息子と楽しい時間を過ごしていたのだった。私は孫息子を見守るうちにいつの間にか眠ってしまったらしい。なぜ目を覚ましたのかというと、私の背後から凄まじいほどの圧力を感じたからだ。思わず振り向くと、鬼のような形相で私を見下ろしている茜と、茜の体に隠れるようにして私を見ている孫娘がいた。トイレにつっかえ棒までして娘を閉じ込めるなんて本当に何考えてるんですか？娘が何をやったって言うんです？納得のいく説明をしてもらえない場合、それなりの責任を取ってもらいますよ。怒り狂っている茜の様子を見て、私は思わず口を開けて笑ってしまった。それなりの責任を取ってもらう？何を根拠にそんなことができると思っているのだろうか。茜の間抜け具合に私は笑いが止まらなくなった。つっかえ棒？勝手にほうきが倒れて結果的にトイレが開かなくなっただけじゃないの？何の証拠があって私が閉じ込めたって決めるのか謎なんだけど、本当に不快なので取り消してもらえるかしら。茜はそれ以上は何も言わず、しばらくじっと黙っていた。それから孫息子が生まれてから、孫娘に対する態度がなぜここまで変わったのか、私に尋ねてきたのだった。こんな分かりきった事実に気づいてもいない？さすがにバカすぎて、私は嘲笑しながら丁寧に教えてやった。茜さんって本当に救いようのないバカなのね。そんなの孫息子が私の息子に似ているからに決まってるでしょ。自分の息子に似た方を可愛がるのは生物学的にも当然の話じゃない。私はきっちりと区別をつけているだけよ。息子に似ている孫息子と茜さんに似ている孫娘のね。孫娘は茜さんが可愛がればいいだけの話よ。ここまではっきりと言ってやれば、いくら鈍い茜でも理解できただろう。うつむいている茜を見て、私の言葉に打ちひしがれているのかと思い、大声で笑ってやった。だが、それは私の勘違いだった。顔を上げた茜の顔は今まで見たことのない迫力に満ちていて、私は思わず笑うのをやめてしまった。お母さんの考えはよくわかりました。そうですね。区別ってものは必要ですよね。大変ためになる話をしていただき、誠にありがとうございました。私もお母さんに倣って、早速、明日から実践していこうと思います。覚えておけよ、ババア！私は癇癪でも起こすのかと身構えていたが、非常に丁寧な物言いで拍子抜けしていたところに、いきなりの暴言。やれるものならやってみろと鼻で笑った私だったが、次の日から生活は一変する。家族全員から無視をされるようになってしまったのだ。息子に話しかけても、孫娘に声をかけても、まるで私などいなかったかのようにすぐにどこかに行ってしまう。私は何事だと思いながら孫息子の顔を見て癒しを得ようとしたのだが、どこからともなく現れた茜が私に何も言わずに孫息子を抱いてすぐに部屋を出て行った。若いだけが取り柄の無能女は地獄に落ちろ！私は息子に対して食ってかかり、これはどういうことなのと胸ぐらを掴んで至近距離で叫んだ。だが息子はまるでそんなことなかったかのように胸ぐらを掴んだ手を軽く払い、茜と話し出した。
呆然と立ち尽くす私を目の前にして、息子と茜はドラマの話題で大盛り上がりしている。完全にコケにされていると思った私は、息子と茜につきまとって、食事はとか、コンビニで肉まん買ってきてとか、とにかく要求をしまくった。だが、二人は私が本当に見えていないし、聞こえていないような反応で日々を過ごしていく。孫娘と孫息子は夫婦の部屋にずっといるらしく、私は姿さえ見ることもできなかった。それだけではない。私の分の食事だけ用意されず、私の洗濯物はずっと放置され続け、気がついたら家族で出かけていて、いつも私は一人、家の中に取り残されることになった。私はこのあまりの仕打ちに怒りが収まらなくなり、夫婦の部屋のドアを何度も蹴り飛ばした。それでもやり足りなくて、護身用の警棒を自分の部屋から持ってきて、ドアを叩きまくった。ドアには何箇所もへこみができ、まるでボートが強引に店に侵入した時のような荒れたドアが完成した。木材の破片がドアの前に散らばり、私は大満足した。さすがにこの状態を見れば、文句の一つぐらい私に言ってくるだろうと。しかしながら、私の破壊行為は何の成果も得られなかった。どう見ても、ドアの状態はとんでもなくひどかったのに、茜は何も言わずに、ほうきとちりとりを持ってきて、散らばった木片を片付けた後、夫と孫たちとリビングで談笑を始めたのだ。上等だと私は思った。どうやら、この私と徹底的にやり合いたいらしい。私に勝てると思っている時点で、茜たちの甘さが垣間見えるというものだ。長く生きている分だけ、私の方が間違いなく修羅場をくぐっている。私はいつ音を上げるのか、それを楽しみにしながら無視し続ける茜と息子に暴言を吐き続けた。孫娘と孫息子は二人が固くガードしているため、姿さえ見ることができなかったが、部屋の前で孫娘に対して暴言を吐き続け、孫息子に対しては言葉がまだわからないため、声を覚えさせるために名前を連呼した。私の言動はかなり激しいものだったため、茜たちは1ヶ月もすれば私に謝ってくるものだと思っていた。だが、全くそんな気配はなく、私の方が焦っていくことになる。食事はスーパーの値引きされた弁当を買い、洗濯物は面倒なのでまだ洗っておらず、下着も服も着るものがなくなってきていた。自分の洗い物の山を見るたびに、なんで私がこんな目に遭わなければならないという火山が噴火した瞬間のような怒りが毎回のように湧いてくるのだった。私が洗濯物の山を虚無的な目で見つめている時に、茜が自分たちの洗濯をするためにやってくる。当然のように私をいないもののように扱い、自分たちの洗濯物を洗濯機に入れて洗濯を開始した。それからすぐにそこを出て行こうとしたのだが、茜はたまりにたまった私の洗濯物につまずいてこけてしまったのだ。私はこれはチャンスとばかりに茜に食ってかかった。おい、息子の嫁の分際で何私の洗濯物を蹴ってるわけ？てか、いい加減私の分も洗濯しろよ。年寄りを寄ってたかっていじめて楽しいわけ？あんたには思いやりってものがないんでしょうね。そうじゃなかったらこんな非人道的な真似できるわけない。おい、無視して出て行こうとするな。茜は私の言うことなど全く聞いていなかった。もう私は我慢ができなかった。1ヶ月この状態が続いているわけで、このままだと私の精神がおかしくなってしまう。ちょうどリビングに息子がいたので、私は両手で息子の顔をつかみ、鼻と鼻を突き合わせて目をしっかりと睨みつけながら言った。これ以上私の家で好き勝手する気なら最終手段を行使するしかないと、はっきりとした口調で言った。すると息子は見下すようににやりと笑った。何が最終手段だよ。弱い者にしか偉そうにできないおふくろが一体何ができるって言うんだ。笑わせるなよ、老害が。俺たちはおふくろが言ったように区別をしているだけだよ。区別を使い出したおふくろに対してその当人に区別しだしたらどうなるかやってみてるだけだからな。文句を言われる筋合いはない。あんたが始めた物語だろ。そして息子は私を目いっぱいの力で突き飛ばし、私は床に背中を強く打ちつけてしまった。
でも息子は私に目もくれず部屋を出て行ってしまう。私は憎しみを燃やした。こんなことになったのも茜が子供なんかを産んだせいだと。私は立ち上がって息子を追いかけ、茜と離婚しないならあんたとは縁を切るからと息子に全力で叫んだのだった。でも息子の反応は至って冷静だった。いや、それどころか喜んでいたと言ってもいい。分かったと短く返事をした後、すぐに茜のところに話しに行き、どこの物件にしようかと話し始めたのだから。しかしながら、さすがにこれは息子のポーズだと思っていた。私を反省させるためにすぐに引っ越しの話を始めてダメージを与えようとしているのだと。甘く見られたものだ。そのぐらいでへこむわけがないではないか。息子は最近は私に冷たいが、結婚前は本当に母親思いで優しい子だったのだ。だからこそ同居も認めてくれたのだ。茜と私、どちらの方が愛情を持って接されているか比べたら、断然私に決まっているのだ。だが、私の予測は完全に外れることになった。それから3日後に本当に引っ越しの準備を始めたのだ。私は取り乱してしまい、なんとかこの家につなぎ止めるために、辛く当たってしまった孫娘にとんでもなく値の張るおもちゃを買ってきて、プレゼントとして渡した。ほら、これ欲しがってたでしょ？高いのに大人気でコネを使いまくってやっと手に入れたのよ。コネって言葉はわからないわよね。それは気にしないでいいから。ほら、開けてごらんなさいよ。それは1メートル近くある精巧な人形で、巷で大人気の商品だった。ネットでの口コミの評価もすごくて、プレミアがつき、信じられない値段になっていたのだ。茜や息子はその情報を知っているはずで、私がどれだけ苦労して手に入れたのか、わかるはずだと思ってこれを選んだのだ。だが、それは一瞬で壊れてしまった。孫娘が全く開けようとしないので、私がケースから取り出した瞬間に思いっきりグーパンチで顔を殴りつけたのだ。胴体と顔が分離し、一瞬でゴミと化してしまった。ばあちゃんがくれるものなんて欲しくない。それからちぎれた頭部分を蹴り飛ばしたりした。そうよね。区別してくる人のプレゼントなんて嬉しくもなんともないよね。私は心からあなたの気持ちがわかるわ。いくらプレミアがついていようと、プレゼントしてくる人の心が汚れてたら意味ないもの。茜は孫娘から私が拒否されたことが相当面白かったらしく、笑いをこらえながら何とか言葉を発している。私は徹底的に見下されていることが本気で我慢ができなくなり、茜を突き飛ばして部屋に侵入し、孫息子を抱えて家から飛び出した。背後から茜の誰か捕まえて誘拐ですという泣き出しそうな声が聞こえてきたが、最高に愉快だった。息子が仕事で家にいなかったことが私に味方してくれたと言っていいだろう。私はすぐにビジネスホテルを予約し、孫息子の世話をしてやることで今までのストレスが全部吹き飛んだ気がした。これからは私はこの子と生きていくのだ。そうして私は眠ったわけだが、防犯カメラなどから私の居場所は筒抜けになっており、真夜中に警察に突入され、私は逮捕されてしまったのだった。警察に捕まった後、私は誘拐罪で起訴されることになり、懲役刑が確定してしまった。全く納得ができなかった。私は自分がされたことの仕返しをしただけなのに。控訴しようとしたが、絶対に勝てないと弁護士からなだめられ、私はもう生きる気力がなくなってしまった。面会に息子は一度もやってこない。茜はもちろん、孫娘も孫息子も。婚姻にしていろいろと金銭的に助けてやった親戚も全く顔を見せなかった。どいつもこいつも、ただ金が必要な時だけすり寄ってきていたクズだったわけだ。私は薄暗い刑務所の天井を眺めながら、これから先の人生について絶望という文字しか浮かんでこないことに、さらに絶望しながら生きている。